これが1987年イギリスでの第2回オフロード世界選手権の優勝者です。正美が初めてオフロードの世界選手権に挑戦して優勝した車です。それが33年ぶりにここへ帰ってきました。といってももらったわけじゃないんですけれど、ちょっと借りています。ちょっとこの車のエピソードっていうか成り立ちをちょっと説明したいと思います。これと正美との関係、1986年正美が初めて世界選手権に挑戦したのが12分の1レーシングカー。アメリカで行われた世界大会で大きなカルチャーショックを受けて、それで帰ってきて初めて全日本選手権で優勝することができました。そしてその後日本でもオフロードの全日本選手権を JMRC が開催するということが決定されまして、私たちは今までオンロードばっかりだったんですけれど、第1回ということだったらやってみようかと。それまでオフロードの経験っていうのはほとんどなかったんですけれど、一応全日本選手権と名が付けばこれはやってみる価値があるんじゃないかということで参加しようと思ったんですけれど、車が全くないと。今までは12分の1しかないんで、それで全国大会ですから関西での予選がある。まず予選でなければ本戦出られないわけですから。ただ関西にはね5名しか枠がなくて、5名で予選に通るかどうかも分かんないんですけれど、とりあえず出ようということで友達から車を借りまして、2区は教所のアルティマ、4区はオプティマをレンタカーで借りて、で予選に行ったわけですよね。そうするとなんとね300人近い参加者がいて、もう3周のレースを2回しかできないんですよね。でその中で5名を決めるということで、もう大変なレースだったんですけれど、無事予選は通過して全日本に参加できることになったと。それで千葉の双葉サーキットで行われた全日本選手権に参加して、4区は横物と加えた、そして2区はアスリのアシステント、こちらの方も横物からサポートしてもらうことになりまして、それで参加したわけですけれど、4区は20位だったんですけれど、2区の方ではなんと2位に入ってしまったわけですよね。これで一応はじゃあいいじゃないかと、これでまたオンロードの12分の1にもう一回挑戦しようということで帰ったわけですけれど、だからその時にオイルのデモンストレーションで ODS の石原選手がその島川キャットをお披露目したわけですね。そのデモ走行で走ったんですけど、なんとこのままレースには参加されてないんですけど、出ればもう優勝かなっていうぐらいのすごい走りをしてたんですよね。車を見せてもらうと全然今まで私たちが使っている車と全く違う車で、すごい車だな、これ売るんですか、値段聞いてびっくり、7万円近くしてたんですよね。そうか、すごいなと。私たちにはちょっと手が出ないと。でもいい車ですねっていうことで帰ったわけですけれど、そうするとしばらく帰ったって、ODS の、社長である富田さんより連絡がありまして、正美君このキャットでレースをやってみませんかということでお話がありまして、ワークスとかそんなんじゃなくて、とりあえずその車を提供しますからこれで走ってくださいと。レースっても本格的なレースには全日本しかないですから、普段のクラウマンレースとかそういうレースで出たらどうですかということで車をいただきました。そして実際に手に取ってみると本当にびっくりするようなところばっかりで、これは面白いなと。最初は遊びにオフロードをちょっとこれからやってみようかなっていう感じで始めたんですけれど、そこへ持ってきてしばらくすると1
HPI の社長の渡辺さんよりまた連絡がありまして、そのキャットをやってるらしいじゃないですかと。そしたら今度はイギリスでその世界選手権があるんで、それに出てみませんかと。まあそれは出たいのは山々ですけど費用もかかるし、世界選手権にね出られるほどの今実力もないんでね、ちょっと無理かなって言ったら、まあできる限りのねサポートしますからということで、 HPI もまだまだ発足したばかりで何もないんですけれど、モーターを主力に宇野モーターですね、これを主力にまず HPI を始めたと、そういうことなので、このモーターを使ってもらえればいいというところで、木下さんっていうマネージャーを紹介してもらって、その人たちとチームで HPI チームとしていきましょうという形で参加することになって、それでODS と HPI サポートで参加することになったわけですね。そういう外国のね詳しいマネージャーについてもらって、心強いんで、そういう周囲は全部自分たちで固めますということなので参加させてもらうことになって、そして肉の方はアソシがやっぱり全日本の実績を認めてもらって R 視点をサポートしてもらえると、そういう形でレースに参加することになって、それが決まったのが1月で、それから半年間1月までの間、私はキャットを分解整備、また自分なりにアレンジしてセッティングをしていって、オフロードの勉強ですね。そして正美はそれを使って毎日オフロードの練習をしたと。でたまたま京都にそういうホビーショップをやってるところがあって、そこがもう本当に正美用って言っていいように田んぼ一旦潰してオフロードコースを作って、そして提供してもらって、で正美は学生でしたから、ちょうど高校3年生になるところで2年生の終わりですね。でそれから学校へ行って帰ってきたらそのままコースへ行くと。で大体20本ぐらいバッテリー用意しておいて、でそれがなくなったら全部走り終わったら帰ってくると。でその帰ってくると私がまた全部車整備をして、それを半年間ほぼ休まずに続けるんですよね。それこそ雨の日も雪の日も半年間もうぴっちり走り込みましたし、私もほぼ毎日この車をばらしたり組んだりしてました。そのおかげで世界選手権に参加することができ、で当時は島川キャットっていうのはショートホールベース、これはXL なんですけど、ちょっとホールベースの短いもっとこじんまりした車だったんですよね。で軽くてよく走って、でそれも私もいろいろな車を作ってたんで、このグラスシャーシーが面白くないんでカーボンで車を自分で作って、世界戦用にワンメイクで作ったんですよね。でそれが世界選手権に使用しようということで、いわゆるもう正美カラーでカーボン仕様で、それで世界戦に挑んだんですよね。世界選手権は、肉4区と両方あるんで、まずその肉の方からレースが始まったんですけれど、ちょっと自分たちの予想以上に検討して、なんと A メインに残ってしまったわけですね。でも世界選手権で A メインに残るってことはもうすごいことなので、過去には日本人ではほとんどなかったんですよね。でそこでまたすごい評価されまして、結果的には8位だったんですけれど、世界選手権はもう A メインっていうのはもう世界のトップドライバーの称号ですので、中1日休みを置いて次は4区が始まると。でその時に最初に2日ほど練習があるんですけれど、その時は自分が持っていた車でテストして練習してたわけですよね。そしてその練習日が終わっていよいよ明日から予選が始まると。その時に、マネージャーの木下氏から
島川から実は新しい車が出てるんだと。今までのキャットのエクセルっていういわゆるロングホイールベースの車が新しくこの世界選手権用に作ったんだということで、一応5台を作ったらしいんですよね。でもちろん島川の、トップドライバーはジャミー・ブースって優勝候補の選手だったんですけれど、その選手と全く同じ車を1台スペアカーであると。でそれを使ってみないかという話がありまして、で実際に車を持ってきてもらったわけですよね。で私は、もうちょっと早く行ってくれればもう間違いなく使ったんですけれど、もう練習も終わって調整も終わって、でそれなりに自分でよく走ってたと思ったんでね、それで明日朝一番はもう予選ですからね、コントロールも何もなくいきなり予選、それに変えるっていうんだったらどうかなということで躊躇したんですけれど、実際その時にもらった車これなんですけれど、この車を見て自分の車と比較して全然違うんですよね。もうサスペンションの動き全てがもう完璧にセットされてる。オフロードでは素人の私でも一目見て、これは自分の作った車で絶対よく走ると。だから正美にもどうだと、正美にもちろん相談したんですけれど、もう任せると、自分は車のことよく分かんないんでね、とにかく私の判断に任すっていうんで、じゃあ思い切ってね、いい機会だし挑戦しようということで、急遽その場でメカを積み替えてレースに挑んだわけですよね。なんといきなりトップタイム出してしまったわけですよね。でそれでオフロードですから、最初にタイムが出るっていうのはよくあることで、どんどん路面が悪くなっていくんで、あとタイムが出にくくなると。当時は予選はタイムレースですからベストタイムですね。でそのまま決勝決球、そして決勝レースになって、でそれも運よく結局終わってみれば優勝してみた、そんな感じのレースだったんですよね。だからイギリスの車、島川もその当時ほとんど無名でしたから、無名の車がでまた無名の選手、広坂正美どこの誰だと、アジアの人間だというのでほとんど知名度はなかったわけですから、そういう選手と車が、それまではずっとチャンピオンはアメリカ人だったんですけれど、アメリカ人以外の選手が優勝したと、またイギリスの車が優勝したと、そういう今の正美の地位のスタートラインとも言えるその車がこの島川キャットエクセルなんですよね。でこの車が、30年を経て最近になってこれをもう一回復元しようじゃないかということで、シュマッカー社がレプリカを販売しました。これも非常に評判が良くて、でその正美にもわざわざシュマッカーから社長がそのレプリカを届けてくれたと、そういう形で手に入ったわけですけれど、そのまま正美はもう自分で組めないんで持ってたわけですけれど、じゃあ今度それを30年前に戻って走らせてみようということで、今回そういう企画をしました。でそのために今度はこの本物のキャットですね、これを島川にお願いしてちょっとサンプルに貸してほしいということで借りてきて、これもわざわざ送っていただいて今ここにあるわけですよね。この島川キャットっていうのはもう今だにそうだと思うんですけど、多分キットとしては組むのは世界一難しい車じゃないかなと、多分私もそう思いますね。私ももう何十回もう何百回これをオーバーホールしたり組んだりしたんですけど、
組むたびにいつももう二度とやりたくないと思うようなそういう車ですね。でも非常に面白い車です。大変よくできてるしユニークだし、全く発想が違う。いまだにキャットこの車というのはもう特別な車と私自身も思ってますね。ちょっとこの、キャットのワールドチャンピオンカーの説明をしたいと思います。実はこれにはいろいろなエピソードがありまして、最初に私たちが使ってた車は、初期の車はオイルベースが短いんですよね。でこれは XL で約オイルベースが15ミリ長くなってるんで、ですからこれより15ミリ短いですから中が非常に狭いんですよね。だからメカ積みが大変なので、小さなメカが必要だということで、それまでは2番のサポートを受けたんですけれど、この世界選手権から慶応プロポにスポンサーをしていただくということで話がまとまりまして、ところがその当時の慶応プロポでは2チャンネル用の車用のプロポっていうのがなくて、ましてや正美はスティック式なので送信機もないわけですよね。でそれを飛行機用の4チャンネルを改造して2チャンネル用の車用にして、そして受信機も小さくする。でスピードコントローラーも小さなものを作る。でサーボがやはり車用のサーボっていうのがなかったので、やはりそのレース用ですよね。いいサーボがないと。だから最終的には多少のものを使ってもいいですよっていう話だったんですけれど、やはりできればその慶応で揃えたいということで、それでミニサーボを2つ積んでスピードとトルクを稼ぐと。それこのスペースにサーボを2個積んで、それでそれなりのトルクとスピードが得られるということで、テスト中はそれを使ってたんですよね。そしてこれで大体スピードコントローラーも新しいものができ、受信機も小さくなりでいけるなと思ってたところ、レースの1ヶ月ぐらい前ですね、突然そのルールブックをよくよく見てますと、サーボが2個しか使えないと。その2個っていう意味は1台に2個なんで、どういう意味かっていうと、その当時まだアンプを使ってる人と、それからマキセン抵抗を使ってるサーボで動くコントローラーですね。それもまだまだ多かったので、ですからステアリングに1つ、スピードコントローラーに1つという意味だったんですよね。要はステアリングにはサーボ1個しか使えないということになるわけですよね。それで慌ててさあどうしようということになって、慶応さんも慌てて、技術者の人もじゃあ何とかしますと、もう1ヶ月しかないんですけれど、じゃあそのなんとか規制のサーボを早くしますというようなことで、もう本当の直前までいろいろテストしてもらって直前にできましたと。ほとんどテストする間もなくこれで現地に持っていったと。それがいわゆる FET サーボと言われたものですね。一つここに余分なパーツが1個ついてますけれど、普通のサーボにいわゆるアンプ部分だけを取り出して、それを大きなものに変えてトルクとスピードを上げると。通常その当時はみんな6ボルトでサーボを動かしてたんですけれど、これは別から、電源は 7.2 ボルトあるんですけどね、で受信機サーボに関して6ボルトに電圧を下げると。スピードを上げるためにスピードコントローラーを通さずにサーボの電源だけは 7.2 を直接通すと。そして電圧を上げスピードを、そういうアイデアを持って作られたサーボですね。やはり速いスピードで効率よくレースを進めることができたんですね。
それで優勝することができたと、そういう車ですね。この車の大きな特徴はまず何といってもこのステアリング直セーバー、これ輪ゴムで止めてるんですよね。当たった時にダメージを受けない。それに、この打角ですよね。これ倍ぐらい切れるんですよね。切れてこれでもなおかつ回る。これもやっぱりすごいアイデアですよね。それにこの今ユニバーサル、この樹脂のユニバーサルですね。これでこのすごいきつい角度。大体今までの四駆っていうのはアンダーに悩まされることが多くて、タイヤも大体前後同じタイヤを使うのが多かったんですけれど、若干フロントが細くてもこれは本当に半分ぐらいしかないナロータイヤですよね。これによってまたよりクイックなステアリング、これもやっぱり浅見の好きなタイプになったと思うんですよね。それに駆動系が非常に軽い、ベルトも2ミリのベルトですね。だから重量そのものも軽いし駆動系も軽いし、スピード出るんですよね。全くスピードが違う。だから大体普通四駆、当時の四駆っていうのは規定重量よりはるかに重くなる。それがほとんどその重量内で収まるぐらいに軽量だった。そういうような面で、ボディもすごいスマートですよね。アンダーカバーがついて、でこのベルトがその中に通ってると、これも面白いシステムですよね。だから防塵効果もいいし、ボディが小さくて、まさにこのキャットっていうイメージ、猫ですよね。その感じかなと。身軽さ、そういう車ですよね。あとこれなんかもその島家が初めて使った。今はネジで調整しますけど、その当時でスペーサーでネジを止めてダンパーを調整する、そういうタイプだったんですけど、こういうスペーサーをこれ厚みをいろいろ揃えておいて1ミリ単位で調整できると、これも新しいアイデアですよね。なんかアイデアの塊みたいな車ですよね。ただ難点はすごい難しい。組むのがですね、全部組み立てですから、でネジが全部マイナスなんですよね。このマイナスネジにこれもほとんどがタッピング。だからマイナスのタッピング。幸いなことにレプリカはここだけは変えてますね。マイナスネジをプラスにして、ただタッピングは一緒です。この車の大事なことは組み立て分解の順番を間違うとどうにもならないと。だから組み立ての時も必ずその順番があるんですよね。とにかくこのマニアには大変面白い車だと思いますし、またこれは組み方によって走りも全く変わってしまうと。だから組みがいがある、やりがいのある面白い車だと思うんですよね。この車を操縦も含めてうまくこなせるようになれば一流だと言えるんじゃないですかね。そういう意味で、世界の名車の一つになっていると